どうも皆さんこんにちは。今日はジンバルの話です。これなんですけど、普通のカメラだけじゃなくてスマホとかアクションカメラとか、それからコンデジも載せられるジンバルです。ちなみに実際今これ使って撮影をしています。以前私三軸ジンバルを使ってその重さとややこしさにすっかり興味を失ってました。っていうのもジンバルが1キロ超えでカメラとレンズが1キロ超えということで、合計で2キロ超えを片手で支えるってなるともう実際使うのが無理なので、ちょっと使えないなと思って諦めてました。今回紹介するジンバルは 710g で、この間買ったばっかりのニコン Z50 がレンズと合わせて 580g ぐらいということで、楽々ではないと思うんですけど、ちょっと頑張れば片手でも支えられるんじゃないかなということで今回使ってみたいなと思いました。今日はとりあえず GoPro、スマホ、そしてニコン Z50 でサンプル撮影をしたいと思います。サンプル動画をたくさん載せておくので、購入検討されている方の参考になったらなと思います。製品リンクとディスカウントコードはこの動画の説明欄に載せておきます。それでは実際に使っている様子をご覧ください。今これ GoPro 乗っけてあるんですけど、これね、昨日 GoPro 初めて乗っけてみたらジンバルがブル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 小刻みに揺れるんですよ。で、他の機材は何乗っけても大丈夫なのに GoPro だけ揺れるので、ちょっとねメーカーさんに問い合わせてみたんですよ。そしたらこちら、ここのねW ボタンを3回連続押しするとオートチューニングをしてくれるということで、このボタンを3回押してで放置しといたら勝手にオートチューニングが始まってバランス取ってくれました。なので今はもう何の問題もなく使えます。ということで今から撮影してみます。これが、通常のモードです。じゃあね、次は追従モードで撮っていきます。追従モードっていうのはカメラを自分が向けたその角度をそのままキープしてくれるっていうモードです。じゃあちょっと撮っていきます。じゃあね、次は自撮りモードで撮っていきます。この後ろ側にあるこのスイッチをね3回連続押しすると自撮りモードに変わるということで3回連続押します。自撮りモードになりました。ということでこのまま自撮りしていきます。今これね通常のモードで撮ってます。ということで映ってるかな、どこに持って行っても水平をキープしてくれるっていう感じ。じゃあ次は追従モードで撮っていきます。動きも全然問題なくスムーズです。
GoPro ぐらい軽いとすごい扱いやすいですね。じゃあちょっと次走ってみましょうか。もう一回走ってみます。とりあえず今この GoPro のスクリーンで見てる分には結構ね映像も滑らかなので、また後でパソコンでじっくり見てみたいと思います。次スマホつなげてみます。ちょっといちいちこういうものを使わないといけない取り外しが、正直めんどくさいですね。これニコン Z50 のブラケットに付属してきたものを使ってます。ここでバランスを、これをね持ってバランスを見ます。でちょっと前傾になってるので、これでバランスを取り直します。こんな感じ。向こうちゃんと向いてますよね。でネジを締めて、でチュートリアルだと次ここをね調節するんですけど、すでにもう正面向いてる感じなので、こっちを調節しようと思います。今ねこんな状態でバランス取れてないので、これで良さそうですね。で次こういう風にした時にここでバランス取れてないといけないんですけど、こうやって違う方向向いちゃうので、ここを調節します。こうかな。で上向けた時もバランスが取れてるように、これでだいたい取れたかな。バランス取れましたね。じゃあちょっと今からこのスマホで動画撮影してみます。じゃあねちょっと今からスマホで撮影をしていきます。今ねこうやってスマホの画面見てる限りではすごくスムーズに撮れてます。なんかもう息切れする。マスクしててめちゃめちゃ暑いし、走るし、どうかな。こんな感じで撮ってます。でスマホではアプリでなんか結構いろんな特殊な撮り方とかできるんですって。次はニコン Z50 接続していきます。本当こういうのがないとこれ外せないのが、それが面倒かな。で、この間紹介したこのニコン50専用のブラケット、これなんですけど、これはつけたままでも大丈夫です。使えます。でまずはここに取り付けます。でねこれ一番奥まで入れちゃうんですよ。ここまで。でここで一回固定します。これを持ちながらバランスを見る。でなんかもうバランス取れちゃってますよね。なので、次はねこっちやりましょうか。これぐらいかな。これでバランスが取れてますね。で次こうレンズ上に向けた時にここで固定してくれないといけないので、ここを調節します。もうねここに来る前に一応1回設定したので、だいたいねメモリ覚えてるんですよ。でここら辺だったかな。もうちょっとここのね動きがスムーズになってくれると設定しやすいんだけど、結構摩擦がありますね。なんかちょうどいいところにね、ここの6のメモリなんだけど、マイナス6ぐらいのところなんだけど、取れてるね。
大丈夫で、このバランスが取れてる状態でジンバルの電源を入れます。今これ Z50 の自撮りモードで撮ってます。カメラとブラケットでだいたい 650g 前後あると思うんですけど、全く問題なく安定して動いてますね。問題ない。私の腕がきつい感じかな。ジンバルと合わせるとやっぱり1キロ超えになるので、片手で30秒とかきついかも。ちょっと腕変えよう。両手を開けて撮影しないと、15秒20秒ごとに手を変えないとね、結構筋肉プルプルきちゃう。映ってるかな。ちょっと走ってみる。もうね、暑くて走れない。こんな感じで順調に撮れてると思います。どう？使用してみての第一印象なんですけど、思ったよりも簡単でした。以前私が使ったことのある三軸ジンバルってすごくね、設定がややこしくてめちゃめちゃ重たかったんですよ。なのでそれに比べるとすごく簡単だなと思いました。今日はスマホで簡単に撮影しようとか、今日は本格的にミラーレスカメラで撮影しようとか、気分によってカメラを変えられるので、ジンバルはこれ1台だけでいいっていうことで、他のジンバルを買わなくていいので無駄な出費がいらないです。一応注意としてもう一回言っておくと、載せられるカメラの重さは 900g までです。一応ソニーの α7 シリーズも載せられるのは載せられるんですけど、軽くてコンパクトなレンズとしか組み合わせられないので、α7 で使いたいという方はそこは要注意です。ちなみに私が持っているソニー α7M3 用のレンズは大きくて重たいので使うことができませんでした。それからジンバル初心者がつまずきそうなジンバルのバランスの取り方なんですけど、それについてはメーカー公式の YouTube チャンネルで設定の仕方を動画でアップしてくれているので、私もスムーズに設定することができました。あと今回私はシンプルにジンバルについているスイッチで操作をしていたんですけど、アプリで操作をすることもできます。アプリには自動編集機能とかもついているらしいので、興味がある方はそのアプリもチェックしてみてください。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方はぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。今ね、これちょっとサンプル撮ってたんですけど、このね、真上のクレーンっぽい動きには弱いみたいで、元にはすぐ戻るんですけど、こうやってちょっとクレーンっていう動きはダメみたいですね。モーターがウィーンって言っちゃってダメっぽい。こんな感じ。ちょっと苦手っぽい。